こいつ俺に全く似てないな。よし、作り直そう。は？突然娘のみのりの顔を見て言い放つ夫。顔が悪すぎるんだよ。みのりを侮辱する夫。そこへ立て続けに夫の浮気と愛人、その子供がいることが発覚。なんだかんだ言ってもみのりを傷つけるようなことは言わないと思った私がバカだったわ。当然離婚したものの、みのりはショックで心を病んでしまった。しかし1年後、とある男の子との出会いがあり、演技に打ち込んだみのり。それからさらに5年後、みのりは努力の末に売れっ子の子役となった。しかし、優秀な娘を迎えに来たぞ。パパと帰ろう。迎えに来たという自分勝手な元夫に、みのりが静かに口を開いた。私の名前は佐藤しおり、36歳のパート主婦だ。私と一つ年上の夫、勇気の間には可愛い一人娘がおり、みのりと名付けた。みのりはどちらかというと私にで、みのりが生まれたばかりの頃は、俺に似てて欲しかった。なんて言って残念がっていたものだ。その時の私には、それがどういう意味か分かっていなかったけれど、後々分かることになる。夫はそこそこの大企業で働いており、自信家。自分が特別な人間で、周りにもそう評価されてしかるべき。家族も友人も皆秀でているべきと思っている節がある。そんな夫に選ばれた私は判断力がなく、容姿も優れてはいない。だけど唯一勉強だけができる。夫と出会ったのも大学の図書館だった。自分に自信のない私からしてみれば、過剰なほどに自信がある夫は憧れの対象。まんまと告白して結婚してしまったわけだけど、それでもみのりが生まれて数年は幸せで穏やかな家庭だった。僕こういうものなんですが、娘さん可愛らしいですね。まさか子役のスカウトか。へえ、そうなんですよ。こちらの事務所でスカウトをさせていただいておりまして。やっぱり分かるやつには分かるんだな、この俺の遺伝子の優秀さが。自分の子供には自分と同じように何らかの才能があるべきだと考えている夫にとって、これほどまでに嬉しいことはなかった。当時みのりは3歳。私にではあったものの、親のひいき目なしに見てもみのりは可愛かった。みのり、キッズタレント、テレビに出るお仕事やってみる？やる。よく言った。それでこそ俺の娘だ。その時娘はキッズタレントが何かも、テレビに出るというのがどういうことなのかもよく分かってなかったと思う。でも小さいながらに夫を、父親を喜ばせようとしたのだろう。二つ返事でやると言った。だがみのりが6歳になる前だったか、夫の顔が険しくなっていった。最近みのり、お前に似てきたな。そう？あなたにも似てきてると思うけど。いや、俺に似てたらあんなブサイクな育ち方はしない。ブサイク？実の娘になんてこと言うの？だってそうだろう。あの子はキッズタレントなんだぞ。あの程度じゃ芸能界ではブサイクと言われるに決まってる。確かに芸能界は厳しいところだけど、親だけはそんなことを言っちゃダメでしょ。勉強ができるだけで他は平凡以下のお前に何がわかるって言うんだ。ほとんど何の取り柄もないのに俺に口答えするなよ。な、
勉強か。お前に似てるんだったら勉強ができるはずだ。顔はいまいちだけど、博識キャラで売っていけば足しになるかもしれん。そう言って夫は、みのりに小学校受験させることを決意した。私はただ、幸せで仲のいい家族でいたいだけなのに、どうして夫はこんなことばかり言うんだろう。見る目もなく判断力の乏しい私は、夫を捨てる決意もできずにいた。その頃の私は、自分が頑張って話をすれば、何もかもうまくいくと信じ込んでいたんだ。だけど私が何を言おうと、夫は見下してばかりで、娘のことをブスだの平凡だの言ってばかり。唯一、本人の前で言わなかったことが救いだった。その後娘は無事小学校に受かり、またしばらくは夫もご機嫌に。情けないことに、私は夫の顔色を見るのが癖になっていた。そしてその時も、夫の機嫌が良くなったことに安堵していた。しかし、夫の機嫌によって左右される程度のメッキのような幸せは長くは続かない。みのりが小学4年生になったある日曜日の朝、夫がこう言い放った。離婚しようか。は？え？その日は娘の仕事もなく、全員が家でまったりできるめったにない日。夫はみのりの目の前で離婚の話を始めた。いや、ちょっと待って。向こうで2人で話しましょう。別にいいだろう。みのりだってこういうのがわからない年じゃないんだから。なあ。私は。ダラダラしてんのも時間がもったいないから、単刀直入に言うが、みのりの顔が悪いから、作り直そうと思うんだよな。勇気、なんてこと言うの？だって事実だろう。今までも2人で話していた時、みのりの顔については言及してたし。それは2人っきりの時よ。それだけでも私我慢してたのに、今まで面と向かって言うことがなかったから、最低限の思いやりや愛情はあると思ってたわ。なのに私は呆然と立ち尽くし、スーッと涙を流すみのりを抱きしめ、耳を塞いだ。言いたいことはそれだけか。俺の愛人が妊娠したからちょうどいい。養育費は払うから、それ引き取ってくれ。言われなくてもそうするわよ。みのりを傷つける父親なんていらないわ。それからはまるであらかじめ準備していたかのように早く手続きが済んだ。だけど離婚よりもそれ以降の方が大変だった。元夫が受けさせた小学校は上流階級の子供も多く、一度距離ができてしまえば二度と輪に入れないような雰囲気。瞬く間に広まった私の離婚話で、子供たちはみのりから距離を取るようになる。それと同時に、私も保護者の集まりに呼ばれなくなってしまった。そしてみのりはどんどん病んでいき、軽度の集計恐怖症になってしまう。鏡を見ることをひどく嫌がり、学校で距離を取られているのは自分の顔のせいだと思い込むように。もちろん、キッズタレントも休業。その頃にはほとんど仕事もなかったから、引退も視野に入っていた。みのり、今日学校は？行かない。こんな顔で外を歩いたらきっと笑い物にされる。この鼻、なんでこんなに曲がってるの？あらかじめ言っておくが、娘の鼻は別に曲がってなんかいない。でも娘にはそう見えているようで、毎日自分の顔を罵って頭を抱えている。私はそんなみのりを見て、さすがにこのままではいけないと感じた。やはり病院にと思ったが、心療内科もカウンセリングもこれといって効果はない。それどころか逆効果だったのか。お医者さん、私の顔見て笑った。
私の顔をバカにしてる。そんな被害妄想も強くなり、余計に情緒不安定になってしまった。自然に治るのを待つしかないのか。私は娘に根気強く向き合うことを決めた。そして強引な治療ではなく、娘の心を落ち着かせられるよう、気分転換をメインにさせることにしてみる。みのり、今日は山に行こう。森林浴してみない？うん。最初は乗り気じゃなかったみのりも、だんだんと進んで外出してくれるようになった。それから1年後、みのりが小学5年生になった頃には、なんとか学校には行けるくらいまで回復。私はほっと胸をなで下ろした。笑顔は相変わらず少ないけど、外に出ることに抵抗がなくなったということは、集計恐怖症も改善されているということだろう。前のように不安定になることも減った。そんな中、みのりが珍しく男の子を連れて帰ってきた。名前はカンタくんというらしい。お母さん、カンタくんはね、私と似てるの。似てる？なんでも、再婚相手の転勤で転校してきたというカンタくん。母親に子役になることを強要されてきたのだそう。でもカンタくんは演技が好きだったから、強制されなくても基本的には従っていたらしい。なのに何が面白くないのか、母親の強制はエスカレート。家でも寝るまで稽古をさせられていたそう。さすがに嫌気がさした彼は、初めて母親に反抗した。だけど息子の反抗に腹を立てた母親は、以降最低限の世話しかしてくれなくなったという。父親は好きにやらせてくれるタイプだったそうなのだが、母親と教育間で大揉めし、離婚したらしい。ね、カンタくん、ここならいいでしょ？ん？どうしたの？実はね、演技をしてもらう約束してるの。みんなには見られたくないから、他の人がいないところでならやるって。何でも娘はキッズタレントをしていたこともあり、演技に興味が湧いたらしい。カンタくんに演技を見せてくれと学校で頼み込んだらしい。私は空気を読んで別の部屋へ。耳を澄ませて様子を伺うと、娘が簡単の声を上げているのが聞こえる。久しぶりに楽しそうなみのりの声を聞き、私は胸が温かくなった。そして彼が我が家を後にしてから、みのりは真剣な顔で私に向き直った。お母さん、私復帰する。でも、タレントじゃなく、演技をする子役になりたい。え？カンタくんの演技、すごかったの。まるで他の人が乗り移ったみたいだった。私は自分のことが嫌いだけど、でも私も演技をしたら、自分じゃない誰かになれる。それがすごくいいなって。みのり。わかったわ。ちょうどそろそろ身体を決めなきゃいけなかったし、そうしましょう。いいの？もちろんよ。でも、厳しい道のりになるわよ。覚悟してる。そうこなくっちゃ。娘の、他の誰かになれるという言葉で、もしかしたら、集計恐怖症を克服するきっかけになるかもしれないと思った。それに、みのりのあんな真剣な顔、久しぶりに見たから。それから事務所に掛け合って、子役部門に所属させてもらい、ひたすら練習の日々が続いた。適切な食事に、適切な睡眠時間、程よい運動に、美容だって欠かせない。スケジュールはきっちり管理された上、自由時間がないなんて、遊びたい盛りの子供には酷だろう。一時期は、泣きながら練習していたりもしたけれど、カンタくんがそばで励まし続けてくれたおかげで、
なんとか毎日乗り切っていた。そうした徹底管理と練習のおかげか、みのりは成長するにつれ、みるみるうちに綺麗になっていった。そんな自分を見て、集計恐怖症もほとんど克服。いつの間にか5年が経ち、みのりは中学3年生になっていた。その年、ドラマで演じたワンシーンが監督の目に留まったらしく、仕事をもらえることになった。最初こそ早くが多かったけれど、どれも完璧にこなすみのりを見て、瞬く間に引っ張りだこに。CM の契約も決まり、世の中の認知度はぐんと上がった。みのり、本当によくここまで頑張ってきたわね。これからまだ忙しい日々が続くと思うけど、あなたならやれるって信じてるわ。カンタ君も、ここまで本当にありがとうね。カンタ君がいなかったら、みのりは。もう、やめてよ、お母さん。でも、私頑張る。そうですよ。僕じゃなくて、みのりちゃんが頑張ったから、今があるんです。我が家にカンタ君がいるのが、すっかり日常となっていたその日、悪魔が現れた。ピーンポーン。はーい。その時に限って、私はモニターを見ずに玄関ドアを開けてしまった。どちら様で、勇気。お父さん、どうしてここに？お前、娘と友達だったのか。こいつは俺の今の妻の連れ子だよ。連れ子で、今さらなんのよ。その口で娘なんて言わないでくれる。私とみのりを捨てたくせに。うるさいな。お前には用ないんだよ。優秀な俺の娘を迎えに来たんだ。ほら、みのり、俺と一緒に。あなた、最後になんて言ったか覚えてる？みのりのこと、それって言ったのよ。娘扱いすらしなかったくせに、なんで父を破ってるの？そんなことは関係ないだろ。もう時効だ。自分の子供と暮らしたくなって何が悪い？何が時効よ。もう気にしてないかどうかはこちらが決める問題だわ。あなたには何の決定権もないの。親権だってないでしょうが。お父さん、もうやめてよ。まさかみのりちゃんが言ってた父親がお父さんだったなんて。うるさい。お前たちとは話してない。カンタ、お前親に逆らう気か？どうせ俺のことも息子だと思ってないくせに、子役をやめようとした俺に対してなんて言ったか忘れたなんて言わせないからな。カンタ君が言うには、元夫はカンタ君の母親と再婚した後、彼のことも苦しめていたらしい。子役として働かないカンタ君に邪魔なガキだとか、俺の血が入ってないから当然だとか、どれも親の発言とは思えないものばかり。だからなんだ、事実だろ。そもそも俺はみのりと話してんだよ。お前ら部外者はどっか行け。この俺の邪魔をしようなんざ100年、いや1000年早いんだよ、この凡人どもめが。次の瞬間、みのりが一歩前に出た。みのり、俺と一緒に来てくれるんだな。お前誰だよ。え？あれ以来、私はお前のことを親だと思ったことはない。あんたのせいで長年集計恐怖症に苦しめられた。集計？え？お前が私たちを捨てたせいで友達にも距離を置かれた。お母さんだって散々苦労した。ずっと私たち家族をつなげようとしてくれていたのに、それなのに今度はカンタ君まで苦しめて、今さら父親面しないで。この悪魔、
本当に気持ち悪い。二度と顔も見たくない。なんてことを言うんだ。しおり、お前の教育はどうなってるんだ。それともカンタか。親に逆らってばかりの不良息子だからな。お前も何か吹き込んだんだろう。いい加減やめなさいよ、見苦しい。年派もいかない子供にこんなこと言わせて楽しい？あなたは何も変わってないわね。やっぱりあなたは誰の親になる資格もないわ。魂が抜けたように立ち尽くす夫を押しのけ、ドアを閉めた。もちろんその後、元夫が訪ねてくることはなかった。そしてカンタ君は全寮制の高校へ進学、親元を離れることに。娘はそのまま女優、タレントとして活躍したいと考えているらしい。私は全面的に応援し、芸能活動に寛容な東京の学校へ進学させた。ちなみにカンタ君、入学前に元夫の会社に乗り込んで、今までろくに面倒を見られた覚えもないけど、お世話になりました。演劇の特待生として入学が決まったんで、卒業したらすぐ引っ越します。と言い放ってきたらしい。とはいえ、そんなことをしてしまえば、今日家に帰ることすら厳しい。私はカンタ君と相談し、児相に相談。里親制度を使って、カンタ君の義母として、寮に行くまでの間、面倒を見ることにした。一方、元夫の会社では、カンタ君が乗り込んだことで、育児放棄の噂が広まってしまったそう。噂の的になり、仕事に集中できなくなった元夫は、ミスを連発、解雇。それから月日が経ち、みのりの卒業式だ。来年からは東京で一人暮らし。外の世界に出て、たくさんの人と出会い、たくさん練習をして人気女優になると息巻いている。私もぜひそうなってほしい。ただ無理はせずに、楽しくやってほしいと思っている。そしてあっという間に2年が経った。今日はみのりがカンタ君と帰省する予定だ。今までのことを思い返しながらぼーっとしていると、ドアの開く音が聞こえた。お母さん、ただいま。お邪魔します。おかえりなさい。